はい、始まりました。今回はリクエストの回をやらさせていただきます。はい。お待たせいたしました。これはだいぶ待った可能性がありますよ。これかなり待った可能性ありますね。これいつものエンちゃんと好きな方からのリクエストになってまして、今回は常連ですね。常連のリクエスト常連の方からなんですけども、ということは、はい、ということはそうです。エンチャント関係です。そういうことですよね。はい、エンチャント関係のリクエストになります。こいつは、純剣のパラディンマジーになります。はい。5個指してますけど、指してますね。かっこいい。これ言わなくても分かると思うんですけど、俺たちのバルダーズゲートです。はい。はい、わざわざはい我々をに忖度して忖度してね。バルダーズゲートのカードをリクエストしてくださったという。なるほどね。そういうことかもしれないですね。だから一応能力から説明させていただくんですけども、今回は低予算のデッキとして紹介させていただきます。ナヤカラーの4マナの 3,4 です。はい。で、オーラがついているクリーチャー1体があなたの対戦相手を攻撃するたび、はい。これは自分じゃなくてもいいです。なんか不穏なこと言い始めた。はい。で、ターン終了時までそれは 2-0 修正を受けてトランプルを得る。はい。はい。で、あなたがコントロールしているオーラ1つが戦場からあなたの墓地に置かれた時にそれを追放して次のあなたのターン終了時まで捉えておいた。はい。はい。これ実はしかしあれだな。追放するのは強制。あ、強制ってことは使わなきゃいけないってことなんですね。なるほど。使わないと墓地に行かない。はい。実はデメリット能力の可能性がやばいですよ、全部追放されちゃいますよ。そうまあ単純に考えてこいつに何かオーラを張るじゃないですか。例えばなんか上がるの、例えば11上がるとか2上がるとか、そんな弱いのつけないですけどまあつけたとして2に上がるとするじゃないですか。はい、そうすると56になって20で上がって76になってトランプルで、一応3番の20上がれば3番のパワーにはなると。だからまあこいつ本人で殴っていくこともまあできそうだ。できそうです。ただ僕はさっき不穏なことを言いましたが、はい、対戦相手がオーラがついているクリーチャーが対戦相手に行っても、はい、だいぶ不穏なこと言ってる、これ言わしますんで、しますね。はい。まあ、不穏なことを踏まえつつ、まずこいつに基本的にエンチャントを貼って殴るプランっていうのを考えました。はい。はい。スタンダードに。スタンダードに、こいつを貼っていくエンチャントを発表していきます。はい。で、まず要はケーギャーに貼られてるようなエンチャントってあるじゃないですか。はい。あると思うんですよ。例えば、天井の鎧ってこれ有名ですよね。そうですね。エンチャントされてるクリーチャーがコントロールしてエンチャント1つにつき11修正を受けるとともに先制攻撃を持つ、エンチャントの数参照ってことですよね。だから同じように例えばキラキラする全てみたいなやつとか貼っても面白いっていうか、めちゃめちゃパンプされますよね。はい。で、あとは賢人の無双、はい、4マナのエンチャントで、はい、こいつが戦場に出た時ドローできる。はい、オーラ1つにつきドローできる。すごくないですか？あ、そうですよ。やばくないですか？こんなのあるんですか？そうですよ。エンチャントされてるクリーチャーはクリーチャーにつけてるあなたがコントロールしてオーラ1つにつき1修正。これめっちゃ強いじゃないですか。オーラ系できたとこいつ大体入ってる。そうなんですね。サイズも上がるし結構ドローできる。で、あとは夜明けの宝冠。はい。これはまあ大体15オーラとかに入ってるやつだよね。なるほどね。2マナのエンチャントで33上げて先制と警戒と反攻。めっちゃいいですねこれ。はい。まあただエンチャントされてるクリーチャーにしか貼れない。エンチャントされてるクリーチャーにしか貼れない。エンチャント他のオーラがついてるなるほどなるほど。エンチャントできないなるほど、面白いですね。代わりに効果がでかいっていう。なるほどなるほど。あとこれはちょっと僕のおすすめなんですけど、大霊の盾という、はい、これは天使の勢力のシリーズでして、3マナ緑白混成の3マナで、緑である限り11修正とともに破壊されない、白である限り11修正とともに飛行を持つ。で、このなんか色指定されるやつのエンチャントシリーズの緑白のバージョン
これまあいいんじゃないかということで、適当に入れていただきまして、はい、パンプするエンチャントは結構調べれば出てくると思いますので、あとは好みで適当に入れていただくという形になるんですけども、はい、その他にはもう好奇心系のカード、鋭い感覚第6巻よく出てくるんですが、はい、ダメージを与えるとそのドローできるっていう、これをまあ入れても面白いんじゃないかと。トランプルなんで通るんでね、これドローでいいんじゃないかなということですね。エンチャントはそんな感じです。まあその今ドローの話が出ましたんでドローの話するんですけど、エンチャントレスの要はドローのカードっていうのがまあ結構入ってくると思うんですけど、例えばサイシスであったりスラムであったり、これよく出てくるんですけど、だいたいエンチャントレスのカードですよね。あとは安いエンチャントレスのカードも探せば結構あります。セテッサの勇者っていう星座でワンドロできるってカードも一応ありますということで、開花の幻霊という星座ワンドロのカードも一応あるということで、はい、まあそんな感じでドローはしていただくという感じですかね。まあ現段階では低予算だいぶ想定してますけど、高いカードはまあアルゴスの生実施ぐらい一応あるんですが、これをもし高いのでも入れたいんだっていうのであればこれ入れてもいいんじゃないかということで、はい、ドロソもう1枚ありまして、火星外れな成長、はい、火星外れな成長というカードがありまして、1マナのエンチャント、土地にエンチャントでエンチャントなんですけど、土地にエンチャントして好きな色を出せるっていうよくあるエンチャントなんですけど、サクるとカードを1枚引けます。はい。なんでマジーの下の能力でこいつをサクって1枚引いて1マナで強された領域から出すことができると。でエンチャントを貼ってまたワンドローができるっていうギミックがあるんで、エンチャントレスとも相性がいいですし、こいつのマジの能力とも噛み合っているということで、このカス外れな成長っていうカードが、こいつ専用のカードになります。はい。でドロー系のカードの紹介はそんなところなんですけども、あとは除去になってきまして、ダークスティールミューテーションとかケンリスの変身みたいな、いわゆる能力を失わす系の除去が噛み合いが良くてですね、かなりエンチャントで除去していく。まあラスはまあ入れていただいて、ラースの風というカードが1枚あるんですけども、エンチャントされてない全てのクリーチャーを破壊する、それらを再生できない、これがラスはいいということで、でオーラをサーチする呪文何枚かあるんですけど、武器庫の解放っていうカードであったり、ヘリオットの巡礼者っていうカードだったり、あと牧歌的な教示者っていうカードでオーラをサーチできるんですけど、あと誠の子たちっていうカードで、これミドシロだとエンチャントに被服つけられて1枚でサクるとエンチャントサーチできると。なんでかなり噛み合いがいいんで、そんな感じでエンチャントオーラをサーチしてきて、まあ大体何をサーチしてくるのか盤面によって変わってくると思うんですが、いいかなと思うカードが古きものの見まといという、これ結構フィニッシュカードになってまして、5マナのエンチャントオーラで、こいつがバインディの時、墓地にありオーラや装備品である望む数のカードを対象として、それをエンチャントしているクリーチャーについてる状態に戦場に戻す。でさらにエンチャントされているクリーチャーはそれについているオーラや装備品につき11の修正を受ける。これやばいです。墓地にオーラがあればの話ですが、ちょっとマジの能力で追放されちゃってる場合はちょっと問題が生じてますね。ちょっと確かに。でもまあ通常はラスト化していけば墓地に落ちてるはずなんで、まあこういう系のカードがいいんじゃないかということで、対高速という墓地にあるオーラを戦場に戻せる4万総裁のカードがあるんですけど、はい、であったり、あとちょっと高くなってしまうんですが、補充というレガシーとかで使われてる墓地からエンチャント全部釣るっていうカードがもしあるんであれば入れてもいいんじゃないかということで、でそんな感じでオーラで勝っていくんですが、サブプランとしまして、要は僕の先ほどちらっとそんなこと言ってた思想のプランっていうのがいいんじゃないかなということで、また来たよみたいなねまた来たよ、あちゃーってなってるかもしれないですよこれ。ただ思想はサブプランとして入れるっていうのがいいんじゃないかなっていうのが一応見解になってまして、霊気妨害も入れてもいいんですが、一応赤白で一番最近追加されました類壁からの挑発というカードで、
対戦相手がコントロールしている全てのクリーチャーを思想して次のターンまでブロックできない。でこれ系のカードを何枚か入れて一応開くじゃないですか、盤面が。盤面を開かせることができるんで殴りやすくもなりますんで、で思想のエンチャント推進力系のカードが噛み合いがかなり良くてですね、噛み合いがかなり、はい、エンチャントをして思想もさらにできて、でマジのクリーチャーが対戦相手にアタックに行くから2-0上がる。でトランプルもついちゃうかなりいいですよね、思想系のエンチャント。これ各色にあるんで3枚あるはずなんでいいと思うんですけど、でその兼ね合いでカイマというカードがあるんですけども、静まらぬものカイマ、こいつはグルール4マナのクリーチャーになってまして、終了ステップの開始時にあなたがコントロールしているオーラがついていて、対戦相手がコントロールしている全てのクリーチャーを思想する。で思想したクリーチャー1体につき1石カードをカイマの上に置く。こいつ個人的にはやりたいなと考えてるカードの1枚ではあるんですが、何に使うんや状態だったんだけどね、正直ね。このデッキに使うんだなという多分そうね一番合ってる可能性がある。そう、こいつが出てればエンチャント、自分持ってるエンチャントが相手に貼ることができるようになるっていう。だからこいつちょっとお亡くなりになるとかなりピンチになりますけど大丈夫ですかねちょっとまずいことが起きますね。でもうさっきちょっと話した好奇心系の鋭い感覚とか第六感とかは貼っても全然問題はないのでいいんじゃないかなということにはなりますかね。ちょっとパンプするぐらいの呪文オーラだったらはいちょっと危険ですねこいつ不穏ですねちょっと本当に除去された時怖いんだけどでも楽しいですよね。楽しそうではあるんでいいんじゃないかなと思って、あと手に入らないかもしれないカードなんですけども、手に入らないカードを紹介してどうするんだっていうことにもなるんですが、コイルの破壊者マリーシというカードになってまして、こいつはナヤの4マナで 5-4 です。で戦闘中に呪文を対戦相手に捉えられませんと。であなたがコントロールしているクリーチャー1体がでもプレイヤーに戦闘ダメージを与えることができたら、そのプレイヤーの各クリーチャーを全て思想します。はい、なんでこれはめちゃくちゃ噛み合いもいいですし、こいつ投書下にしてもいいと思ってるぐらいなんですが、手に入りません誰か売ってるとこ教えてくれ。そうです売ってるとこ教えてほしいぐらい、もう本当に手に入んないんで、こいつはかなり面白そうなんですけど、こいつでやってもいいですし、こいつに入れてもいいと思いますはい。でそんな感じで思想してったらサブプランであくまでもですよ、サブプランなんでちょっとしていく分にはうまく回るんじゃないかなという感じで一応紹介させていただいてます。一応ここで紹介されなかった、ちょっと紹介し忘れました面白カードを2枚ぐらい紹介させていただいてよろしいですか。一応太陽の恵みの執政官、こいつはかなり面白いです本当ですか。僕ちょっといいと思ったんですけどね、却下されちゃって、4マナの3-4かなんかの飛行ですよね。で星座が誘発すると22のペガサスの反抗のペガサスが反抗のペガサスが出てくるんじゃなくて、ペガサスが出てきて執政官が反抗を付与してる。なるほどあれだって5-6択ぐらいだったらめちゃくちゃ楽しく並んでいくんですよ。あれだってよくないですか。ちょっとさすがにパワー不足なんじゃないかなと思ってるんだけど面白カードということで、あともう1枚これ動画前に買おうと思ってるくらい最高のカードを見つけたんですけど最上位権限というカードになってまして、こんなカードあったんだと思って、2マナのエンチャントオーラなんですけど、なんとエンチャントされてるクリーチャーが呪言を持つとともに2体以上のクリーチャーによってはブロックされないという、これすごくないですかこれはこの色でオーラでパンチするだったら噛み合いが非常にいいですね。なんとこのカード1枚800円するというなんかギルドもう審判にしか入ってないアンコモンですよ。アンコモン800円するんですよ。そういうことも
あるでしょ。これもうなくなったら困るんで、もういっぱいこれ絶対今のうちだぞカードですよ絶対。本当に？いや買いますこれは。あんまりねやっぱオーラっていうのがそんなに正直人気があって。だ緑、僕はグルーリアよくやってるからなんですけど、緑で呪言を付与するでオーラのカードってこれ1枚しかないんですよ。調べたらこれ1枚しかなかったんで、これめちゃくちゃいいじゃんということで本当に使い勝手がある特殊な部分では、ニッチなカードとしてはいいんで、カーラックに貼ると。カーラックに、はい、僕のカーラックに入る予定ですんで、はい、こいつかなりおすすめですんで、はい、いいと思います。ちなみにこのデッキにカーラックは？このデッキにカーラックどうですかね。ちょっと微妙な気もするんですけど、カーラック微妙じゃないですか。微妙だと思うよ。入んないのか。なんでカーラックは万能生物ではなかった。まあそんな感じで今日のデッキ紹介は以上になりますかね。はい、一応5、6択の安デッキを想定してます。はい、ので組んでみてくださいということで、はい、今回の動画は以上になります。おしまい。